こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日は岐阜県高山市の切り花農家野谷さんから、可愛い草花を送っていただきましたので、そのお花たちをメインにナチュラルブーケを束ねたいと思います。野谷さん、ありがとうございます。送っていただいたのがこのもう本当に私も大好きなお花の一つですね。フランネルフラワー、鉢物でも流通はあるんですが、非常にね、この5年前ぐらい56年前ぐらいからフランネルフラワー切り花も非常に持ちが良くて、よく私も仕入れをさせていただいている大好きなお花の一つです。そして、ラベンダー、こう葉っぱをふわっと触るとすごいアロマの香りでとてもいい香りがします。本当に癒されますね。で、このね、先端に咲いていたこのちょっとパープルが出ているお花の部分も送ってくださいました。そしてジュバダム、とてもこの穂が繊細ですごく綺麗な軽やかさが演出できる、グラミネというね、雑草系の、植物、グラミネと言いますけれども、この繊細な、風を感じるのも入れていきたいと思います。そしてラグラス、猫じゃらしね、ラグラスで、それに合わせる、お花を、ハッピーカムの方でご用意させていただいたのが、より、シャンペットルなナチュラル系を演出するのにナズナ、そしてスプレーバラのアンティークレース、すごく渋いお色目です。こちらのナチュラルテイストを邪魔しないお色にしました。そしてスノーボール、アイビー、12345678910種類束ねてみたいと思います。さあ、束ねてみましょう。ブラックベリー、もう夏に向けてね、このブラックベリーも非常に可愛く、実がたわわになってきますので、少しグリーン、スノーボールと同じくグリーンをね、ちょっと入れていきたいと思います。ちょっとミニにしたいので、下の方のお花は一輪挿しに使えるので、また後で使いたいと思います。埋まってしまうようなところはしっかり取っていきます。めっちゃ可愛いね。ねえ、すごいしっかりしてるね。踊ってるのもいいですね。野生感があって。で、この葉っぱをこうしごいたりするとすごく香りが豊かで、本当によく眠れそう。水揚げをした時に下葉の処理でね、少し葉っぱを取ったんですけども、その葉っぱを実はお皿に置いといて、乾燥させて枕元に置こうと思ってます。かなと思ってたんですよ。そう、あったでしょ、あれ大事そうにお皿に入れてキュキュッとちょっとね、タイトめに可愛く束ねていきます。作り込みすぎない、ね、ナチュラルな感じがまたすごくいいですね感覚がね。よいしょ。かわいいね、本当に。さあ、このフランネルフラワー、このね、結構、品種がフランネルフラワー自体にも結構品種があるようで、これだけね、丈感が長いものと鉢物とかにもよく流通するような少し短いものだったりとか、さまざまなものがありますのでね、これはなんていう子かな。またこうやって生産者さんにいろんなね可愛い子たちを教えていただいたりとか送っていただいたりっていうことなかなか今まで
なかったので、ちょっと新しい出会いでとても嬉しいですね。あ、切れちゃった。これはまたちょっとポプリにします。なんかすごい香りが本当強いよね。いい香りします。私はこのねシャンペトルブーケっていうのをフランスとイギリスに買い付けに行った時にものすごく大草原に連れて行ってもらって、そこでちょっとね道の脇にこう生えてる草花とか摘ませてもらってミニブーケにしてホテルでねちょっと楽しんだりっていう風に、はい、で現地で再会をしたお友達に約束しててね、駅で、出会う、駅で待ち合わせしてたお友達にそのブーケをプレゼントしてもらったり、お互いに同じようなねそのお花を摘んでブーケを用意してたっていう思い出もあります。またね本当に落ち着いたらそうやって買い付けに行ったりねできるようにまたなったらいいなって思います。かわいいね。このジュバダムのこのね本当に細かい葉っぱ見えるかな皆さんに。すごい繊細でかわいいね。映るかなこの繊細さねえ。でウェディングブーケであるとかそういったちょっとナチュラルテイストがお好きな方からはそのメインとなる大きいお花を使わずに繊細なお花でっていうようなご希望があった場合には大きさではなくてね質感としてこういったものをお好みになられる方がいらっしゃって、その度にそのフランスだったりイギリスで経験させていただいたその景色だったりとかそのね時のお花の質感っていうのを思い出して束ねてたりしますね。ウキウキしちゃうよね。かわいいな。さあ今日はあんまり大きくしすぎずにね可愛くふわっと仕上げます。これベッドの横にあったら本当にいい眠りにつけそうやね。ねえねえ。さあすごいフランネルかわいいな。で間に入れたい場合にはスルスルスルっとちょっと回転させてね入れていくと入っていきます。で外側にアイビーちょっと入れようかな。はい、アイビーを外側にちょっとタフっとなんか言いにくくなってきちゃった意識しすぎてでもね、なんか表現、たくさんの方がぴったりかな。出ましたタフットって、生徒さんからメールが来てたりねねよく言ってたね。なんか動画を見返すと本当に自分の口癖って怖いぐらいあって。この間でもタフッとした袖って書いてました。誰が？なんかインターネットでタフットってどういう意味なのと思って調べたんですよ。そしたらタフッとした袖って。へえ。パフじゃなくてパフスリーブとか言うもんね。でもそういう雰囲気のタフット。タフットはね。じゃあね合ってたね。合ってると思います。でくるっと少し巻くところと
伸びやかにするところとちょっとミックスで入れていきます。はい、完成です。すごくちょっとキュッとねタイトめに本当に摘んできたようなブーケ、かわいいね。岐阜県の切り花農家野谷さん、たくさんお花を送ってくださってありがとうございました。かわいい。